こんにちは、くぬぎ家です。私たちは2022年10月から自分たちで DIY した軽バンで生活しながら全国を旅する夫婦です。旅先の風景や観光地を楽しみながら、時々カフェやコーヒー、本屋さんなどを巡っています。今回は車中泊生活を始めて1ヶ月が経ったので、実際に車で生活して1ヶ月でかかった費用の合計を発表します。この合計は社会保険と税金、それから1ヶ月目ということで DIY などの初期費用がかかりましたが、それらを抜いた合計額です。夫婦2人で1ヶ月車中泊旅をしたら一体どれくらいお金がかかるのか参考にしていただけたら嬉しいです。それでは1ヶ月の総費用を発表します。2022年10月の支出の総額は13万7315円です。これが高いか低いかは人によって考え方が違うと思いますが、私たちにとってはちょっと高かったかなという感じです。もともと日本全国を旅するにあたって予想していた1ヶ月の生活費は10万円から12万円でした。予想よりも高くなったのは1ヶ月目なので日用品をいろいろ買い揃える必要があったこと、そして神戸から大分県まで移動するのにフェリーを含めた移動費が高くかかったことが原因です。それでは何にどれくらいお金を使ったのか、ここからは内訳をランキング形式で見ていきます。まず第1位、最も支出が多かったのは食費で3万8355円です。エンゲル係数でいうと 27.8%。エンゲル係数は食費割る合計額で、日本の平均が 25.4% らしいので、食費の割合が一般よりも高くなっています。10月は31日間、基本的に1日3食全部自炊しました。なので、これは自炊の合計額です。旅先のスーパーや道の駅で食材を買って、車の中で調理しました。自炊の内容は基本味噌汁とご飯、朝は食パンでホットサンド。余裕があるときはこれにプラス1品っていう感じです。かなり質素な食卓にしていたつもりなのに意外と高くなりました。理由は道の駅や物産館で気になる調味料や食材をたくさん買ったこと。やっぱり旅の醍醐味はご飯だと思うんですよね。私たちは外食しない代わりにご当地の食材や調味料を買って車の中で旅先のご飯を楽しんでいました。なのでシンプルな食卓の割に高くなってしまいました。車中泊ならではの出費としては水です。水道がないので水をすべて買う必要があります。1ヶ月で買った水の本数は2リットルのペットボトル24本。合計で1770円。1本の平均額は 73.8 円でした。この出費を抑えるためにはなるべく事前にリサーチして湧き水を汲む。これにつきます。ちなみにお酒は1本も買っていません。そして食費とは別にカフェに2軒行きました。1つ目が愛媛県伊予市の喫茶ポパイ。2つ目が大分県杵築市の豆の門屋。このカフェの合計が3260円です。私たちはコーヒーや紅茶が大好きなので、旅先ではところどころでカフェ巡りも楽しもうと思っています。この2つは事前に調べて本当に行きたいと思ったところでした。来月以降も1ヶ月に 2,3 件のペースでカフェ巡りを計画しています。さらにコーヒー豆と茶葉も買ったので、それも別枠で集計しています。コーヒー豆、茶葉の購入額の合計は3472円です。カフェも行かないし、コーヒーも飲まないという方は、ここはざっくりと削れる数です。それでは支出ランキング第2位を発表します。第2位はガソリン代で 25,359 円です。時代の情勢もあってガソリン価格が泣きたくなるほど高かったです。大分県に到着して最初に給油したスタンドはリッター181円でした。大分県は価格を表示していないスタンドがほとんどなので、入るまで価格がわかりません。なのでなるべく事前に調べて安いスタンドで給油するようにしました。それでもガソリンの給油価格の平均は 168.8 円でした。
ガソリンが高いことは私たちの力ではどうすることもできないので、そこは仕方がないと割り切っています。ちなみに1ヶ月の走行距離の合計は 1294km でした。続いて第3位を発表します。第3位は日用品で 12,920 円です。これも高かったのですが、原因は車中泊の旅を始めて1ヶ月目だったこと。何でも新生活を始めるときはお金がかかるものです。なので来月以降、この額は減っていくかなと思います。車中泊ならではの日用品は、1つ目はガスボンベ。1ヶ月で8本消費しました。2つ目はウェットシート。水道がないので食器類はすべてウェットシートで拭いて片付けています。逆にいらなかったものはラップ、クッキングシート、まな板シート。荷物がかさばる上に使用頻度がゼロに近かったので持ってきたことを後悔しました。その他の日用品はティッシュ、歯ブラシ、シャンプーなどです。続いて第4位はお風呂で 12,790 円でした。これは優秀でした。お風呂の回数は合計で13回。なので2日に1回ほどの頻度で温泉に行きました。なんといっても大分県にいたので、温泉は観光の一部でもありました。これから冬になってますます汗をかかなくなるはずなので、このペースを維持していこうと思います。ちなみに入浴料の平均額は 491.9 円でした。第5位は通信費で 8,080 円でした。これは旅を始める前と変わりません。夫は LINE モバイル、妻は楽天モバイルを使っていて、それに加えて月 100GB まで使えるポケット Wi-Fi を使っています。これがあれば YouTube の編集やアップロードを含めて問題なく足りています。頻繁に高画質で動画を見ると足りなくなる危険があるので、データセーバーモードなどを使うことをお勧めします。第6位は作業費で 5,580 円でした。これは私たち特有の出費で YouTube の編集作業のために支払った金額です。基本的に車の中で作業をしましたが、動画の書き出しや YouTube へのアップロードは電力を非常に使います。パソコンの最大出力は 230W という驚異の数値です。気分転換も含めて時々カフェやワーケーション施設を利用させていただきました。仕事をしながら旅をする場合、最近は地方にワーケーション施設が増えてきました。旅へ行く前に調べてみるといいかもしれません。第7位は衣服美容費で 4,688 円でした。主に冬用の服や作業着を買い足したお金です。夫は旅先の1000円カットで髪を切りました。旅先で髪を切ると地域の方とお話しすることができるのでおすすめです。第8位は観光費で 4,560 円でした。私たちが行く観光地は自然のスポットが多かったので、あまりお金はかかっていません。10月は別府地獄巡り、臼杵石仏、国東半島の寺社仏閣巡りなど観光費がかかりました。第9位は洗濯費で 4,200 円でした。洗濯はすべてコインランドリーで済ませていて、10月は合計で6回利用させていただきました。なので5日に1回のペースで洗濯をしています。車内の収納スペースに入る分の服を持ってきていて、肌着など毎日買いたいものは5日分を持ってきました。車内のスペースに余裕がある方は、服は持ってくれば持ってくるほど洗濯代が安く済むはずです。その他かかった費用は、フェリー代 8,250 円、四国から九州へ渡るために利用しました。駐車代 2,400 円、車中泊でコインパーキングなどを利用しました。高速代 1,340 円、神戸から四国に行くたびに利用しましたが、基本的に私たちは下道しか利用しません。書籍 1,210 円、大分県の鴨鹿書店で2冊本を買いました。交際費702円、旅先で人に会うために使ったお金です。雑費149円、これは役所の手続きや切手の購入費用です。これらを合計して13万7,315円となります。これは
夫婦2人が車で生活するのにかかったリアルなお金で、冒頭でお話しした通り、旅の準備費と社会保険、税金以外の出費すべてを計上しています。これからも毎月車中泊旅の費用を公開していく予定です。長期の旅を考えている方や、夫婦の生活費を見直したい方などの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。